5人の隣人の襲撃で夫を殺された女性。平凡な主婦が17年もかけて行った復讐とは。1998年1月30日、中国河南省上城県。旧正月の3日目、本来なら皆がお祭り気分で過ごすはずのこの日、その村には女性のけたたましい悲鳴が響いていました。やめて。地面に横たわり、息も絶え絶えに顔を歪めるその女性は李慶英。視線の先では彼女の夫が5人の男に激しい暴行を加えられていました。お前ら夫婦のせいで俺たちはひどい目に遭わされたんだ。そう言いがかりをつけてきた犯人李は目の前で夫を殺害されてしまうんです。全部で5人の犯人はその後それぞれが中国各地へ逃亡。広大な中国において警察でもその行方を追うのは困難でした。残された妻の李はその状況下で17年もかけ犯人全員を地獄へ送ったんです。隣人5人の襲撃により愛する夫を奪われてしまった女性。彼女の17年を要した狂気の復讐劇とは。平凡な主婦だった彼女のその日々は普通の人には真似できない血の滲むような時間だったんです。おすけんちゃんです。やみやみかです。私さ、もう運動したいんだけど最近できてなくって、バドミントンしてたじゃない。そう。で、肺に穴が開いたじゃない、私。それもすごいけどね。そう、入院してね。それ以来、ちょっと安静にしとかなきゃいけない期間があって、そろそろ再開したいんだけど、怖いの。本当にもうね、上手い人ってもうボコボコ打たれんの。そっちの怖さ、再発とかじゃなくてね。まあでもそっちも怖い。どうしたらさ、私、もっと勇気を持って再開できると思う、バドミントン。バドミントンそんな怖いの？バドミントンそんな怖がってる？でもあんた体験したことないでしょ。怖いって上手すぎて怖いのか、シャトルが来るのが怖いのか。いや、上手すぎて怖いもん。いや蹂躙されちゃうからもう、あーって全部が。それは、ちょっと、プライドがあるんじゃないまだ。なんか負ける経験と必要だと思う。俺もキックボクシング行くやん。なんかゴリゴリのやつ、もう怖いのよ、俺も。でも、大人になるとさ、趣味とかって凝り固まってくるじゃん。ある意味さ、ヤミコさんそれ挑戦してるから、ビビる環境にいるわけだから、むしろいいことだと思うけど。本当？じゃあもう、臆せずボコボコにされてこいってことね。ある意味成長じゃん。だからなんかずっと気持ちいいゾーンにいると、停滞してるわけですよ。もうどんどん行けばいいと思う。じゃあもうちょっと、1ヶ月ぐらい待ってから行くわね。なんでだよ。話聞いてた。何気持ちいいゾーンになるまで待ってんだよ。準備してから行くわね。自主練しろ。今回ご紹介するのは中国河南省で起こった殺人事件について。この事件では一人の男性が同じ村の5人によって寄ってたかって殺害されるというね、恐ろしい事件なんです。怖すぎ。被害者は一体何したらそんな目に遭うのよ。実はこれね、被害者の男性には全く落ち度がないんです。そしてね、この事件のすごいところなんですけど、この被害者の男性の妻は、この後ね、17年もかけて5人の加害者たちに復讐を仕掛けていくんです。ある日突然、夫婦を襲ったその悲劇は、彼らには一切身に覚えのない罵声から始まるんです。言いがかりと惨劇。1998年1月30日、中国河南省上城県。旧正月の3日目にあたるこの日、お祝いムードに包まれた街中を足早に歩いていたその女性は李慶英、当時42歳。早く帰って食事の準備をしなきゃ。実家での用事を済ませた李は、これから夫と5人の子供が待つ自宅に戻り、お祝いの食事をするつもりでいました。その帰り道の途中、一人の男が彼女に声をかけてきたんです。おい、偽善者、お前、うちの子供のこと通報したんだろ。激しい剣幕で迫ってきたのは、同じ村に住む蔡雪山。何？子供のことって、この男の子供がなんか悪いことしたってこと？そうではなくてね、雪山が起こっていたことには当時の中国の政策が関係していたんです。当時の中国では一人っ子政策の真っ只中で2人以上子供を持つと罰金を課されるようになっていました。雪山が李に対して怒っていたのは、彼に子供が2人以上いることを李が通報したと思っていたためなんです。一人っ子政策に違反した際の罰金額は夫婦の年収の3倍から8倍。何者かの通報でその莫大な額を払う羽目になってしまった雪山は李に難癖をつけてきたんです。李は村の婦人部で家族計画を担当していたため、雪山は彼女が通報したに違いないと思い込んでいました。しかしそもそも李が彼の家庭事情を通報などするはずはありませんでした。いや、私にだって子供が5人いるのよ。ちょっとあなた頭おかしいんじゃないの？売り言葉に買い言葉で李も少し乱暴な返答をしてしまったことは否めません。すると頭に血を上らせた雪山はその場にあったレンガを彼女に思い切り投げつけたんです。
危ないわね、何するのよ。二人は物を投げ合い大喧嘩になりますが、しばらくすると切山は誰かに電話をかけ始め、その場を去っていきます。突然言いがかりをつけられ、リは苛立ちが収まらない気持ちでいましたが、彼女も家族の食事の支度をしに帰らねばなりません。そして興奮冷めやらぬ中、リが歩き出したその時、背中を貫いた焼けるような痛み。振り返ると、そこには切山が4人の仲間を連れて戻ってきていました。背中の痛みは彼らが持つナイフによるものでした。悲鳴を聞きつけ、その場へ集まってきた村人たち。その中にはリの夫である玄徳の姿も。おいやめろ。野じ馬をかき分け男たちを止めに入る夫玄徳。すると切山たちはここから夫にターゲットを変えたんです。お前もくたばれ。5人の男たちは夫を容赦なく殴り、ナイフを振りかざしました。やめて。自身も傷ついたその状況で、リは袋叩きにされる夫をただ見ていることしかできなかったんです。目が覚めると、リは病院のベッドの上にいました。夫はどこ？夫を探すリに親戚は大丈夫、上の階の病棟にいると答えますが、退院の日、彼女はその言葉が自分を気遣っての嘘だと悟ります。それはリを出迎えた姑が彼女を見るなり泣き崩れてしまったため、姑のその様子にリは全てを察しました。あの人は死んだのね。村でのあの喧嘩の最中、腹部を刺された夫の玄徳は出血多量で帰らぬ人に、全く身に覚えのないことで恨まれ、大切な夫の命を奪われてしまったリはあまりの怒りに言葉を失いました。ちょっと待ってよ、完全な思い違いでさ、人が亡くなっちゃってんじゃないこれ。犯人はね、リが村の家族計画担当だったってだけで狙ってますからね。ただね、実はこのような思い込みっていうのは人間誰にでも起こりうるんです。これ心理学的には代表性ヒューリスティックって呼ばれてる。というわけで本日のメトラキーワード、代表性ヒューリスティックについて。ヒューリスティックとは、意思決定の際に経験則や先入観に基づき直感で物事を判断すること。日々膨大な情報を処理する脳において非常に重要な役目を担っているんです。しかし事実よりも経験則、先入観を重視するヒューリスティックには、その分思い込みによるミスが起きやすいという特徴も。例えば学校の窓ガラスが割れた時、真面目な生徒と不良の生徒のどちらかが犯人だとしたら、多くの人が不良を怪しむはずなんです。悪さをするイコール不良というように、その人物の属性の特徴で判断を下すことは代表性ヒューリスティックと呼ばれ、多くの冤罪事件の原因にもなっているんです。愛する夫を無残にも奪われてしまったリ。犯人たちを絶対に許すことができない彼女は、ある覚悟を決めるんです。警察には頼らない。大切な夫を目の前で殺されたリは、犯人である5人全員の顔と名前を覚えており、彼らのことを通報すると、警察から返ってきたのは次の言葉でした。犯人逮捕は難しいでしょうね。警察の言い分は、犯人が全員村から逃走しており、広大な中国においてその行方は探しようがないというもの。確実な証拠なしでは見つかる保証もない犯人探しに動くことはできないというんです。警察から突きつけられた残酷な現実に憤るリ。そして同時に彼女はある覚悟を決めたんです。警察が探さないなら私が探す。先ほども説明したように、広い中国の中でどこへ逃走したかもわからない犯人を探すことは警察でも至難の業。リは捜査のいろはも知らない素人にもかかわらず、その無理難題を自力で実行すると決めたんです。彼女は翌日から子供たちを親戚に預け、すぐに捜査を開始。近隣住民を訪ね歩き、できるだけ多くの人にこう呼びかけたんです。村の外で暮らしている知り合いはいませんか？犯人に繋がる情報があったら教えてほしいんです。犯人が国内のどこへ逃走したかわからない状況で、リは各地の情報を集めることが先決だと考えたんです。ちょっとこれさ、相当難しいでしょ。だってさ、指名手配されてる人でさえ警察で何年もかかっても捕まんない人っているわけじゃない。女性が一人ででしょ。自力で探すのもめちゃくちゃ時間かかるんじゃないのこれ。多くの人がもう無理だと思ってましたよね、正直。ただね、夫を失ったリの執念っていうのは、それ式のことで折れるわけもなかったんです。リの犯人探しは傍から見ればあまりにも無謀。しかし彼女は決して諦めず、知人から知人を渡り歩いて地道に情報網を広げていきました。そして数ヶ月後、ついにリの元に有力な情報が。切山らしき男を北京で見かけた。それは最初にリに言いがかりをつけてきた男。切山が北京の工事現場で働いているという目撃情報。話を聞いたリはすぐに北京へ向かうんです。リの村から北京までは800キロも距離がある上、目撃情報があったからといって切山が現れる保証は
ありません。途方もない労力が無駄に終わってしまう可能性がちらつく中、リはひたすらに工事現場での張り込みを行いました。そして、あいつ雪山に間違いないわ。リが到着してから2日後、確かにそこへ現れた雪山。彼女はすぐに警察へ通報し、雪山はその場で逮捕されるんです。さらにリはこの半年後、雪山の弟であり共犯の蔡宝山を山西省で発見。捜査の知識など皆無の彼女が警察が早々に探すのを諦めた逃亡犯をなんと1年で2人も見つけてしまったんです。殺人罪に問われた2人の犯人はその後懲役15年の刑に処されました。ちょっとすごすぎないこれ。なんもないところから1年でしょ。いやリはそれこそさ、寝る間も惜しんで犯人探したんじゃないこれ。本当に命がけって言ってもいいレベルですよね。ただ犯人はまだ3人も残ってるんです。彼らの行方を追うリの前には、これまで以上に大きな壁が立ちはだかるんです。先の見えない戦い。主犯の雪山とその弟が逮捕され、残る犯人は3人。リは引き続き全国にいる情報提供者に協力を呼びかけ、手がかりを集めました。しかしここから捜査は暗礁に乗り上げてしまうんです。目撃情報をもとに現地へ向かってもことごとく空振り。情報が間違っていることもあれば、すれ違いで犯人に逃げられてしまうこともありました。時間だけが虚しく過ぎていき、歯がゆい思いを募らせるリ。そこで彼女はまた別の角度から犯人探しに向き合うことにするんです。知識がないなら知識をつければいいのよ。犯人探しにおいてより専門的な知識が必要だと感じたリは、捜査と法律に関する専門書を買い集め、それらを片っ端から読み漁ったんです。まだ寝ちゃダメ。こんなんじゃあいつらは捕まえられないわ。昼夜問わず独学に明け暮れたリは、眠くなった時には体に針を刺して目を覚ましていたほど。しかしその日々はなかなか報われず、気づけば9年もの月日が流れてしまいます。何があっても決して諦めなかったリも、もはや心身ともに限界に差し掛かっていました。夫と2人でビジネスに成功し、村の中でも裕福だったリ。しかし夫を殺した犯人だけをひたすらに追い求める日々で、貯金は底をつき、各地を旅する中で宿を取ることもままなりません。日雇いの仕事でどうにかお金を捻出しながら捜査を続けていたリは、橋の下で野宿を強いられ、捜査が空振りに終わっても自宅に帰る交通費すらない状況。ボロボロになっていくリの姿を見かねた親戚たちは次第にこう声をかけるように、もう2人捕まえたんだ。そろそろ自分の人生を生きたらどうだい。あなたは母親よ。子供のためにももう終わらせましょう。しかしリは親戚たちの言葉を聞き入れようとはしません。夫を殺した犯人が今もどこかで普通に暮らしているのが許せない。彼らを捕まえない限り私は前に進めないの。いやこれさ、親戚の方がね、もうやめようっていう気持ちもわかるし、リの諦めないっていう気持ちもどっちもわかるじゃない。何が正解か本当難しいわねこれ。今ね、生きている目の前の子供たちを大事にしようぜっていう意見も建設的には聞こえるんですけど、ただ一方でね、罪を犯してね、償わずにね、野放しになっている犯人たち、また次の罪を犯すかもしれないじゃないですか。それをちゃんとね、しっかり制裁を加えるっていうリの意見もわからんでもないです。なのでやっぱりこれはね、早々に捜査を諦めた警察の問題でもあるとは思うんですよ。その後もリは国中を回り、新たな情報提供者を集め続けました。そうしてさらに4年が経った2011年、ついにリは犯人につながる手がかりへとたどり着きます。そのきっかけは懲役刑を受けていた犯人の雪山とその弟の出所でした。どうして出所を迎え、河南省の故郷の村に戻ってきた雪山たち。彼らの動向を追っていたリは、新たに家が建つ予定の建設現場を前にいぶかしげな表情を浮かべていた。実はそれらの家は雪山たちの新居。刑務所にいたはずなのに、どうやって新しい家を建てられるだけのお金を。そう疑問が浮かんだ次の瞬間、リはすぐにその答えに気がついた。あいつら絶対他の犯人と繋がってるに違いないわ。他の犯人が彼らに援助を行っていると直感したリは、独学で得た知識を使い雪山たちの通話履歴を入手しました。すごいな。すると雪山たちは特定の電話番号といつも真夜中に長時間通話していることが判明。間違いない、これが犯人の番号ね。そこから警察に捜査を依頼すると、警察は数日後にある映像を持ってリの元を訪れるんです。リさん、この男をご存知ですか。映像を見た瞬間、リは心臓をわしづかみにされました。なぜならその映像には彼女が最も憎んでいた男が映し出されていたから。この男が夫にとどめを刺したんです。事件の日、リは映像に映っていた男蔡金山が夫の腹に2度もナイフを突き立てる光景を見ていました。約13年かけてリは片時も顔を忘れたことがなかったその男へようやくたどり着いたんです。逮捕された金山はその後殺人の罪で執行猶予付きの死刑判決に。13年。もうここまでの人生ほぼ全部かけてきたようなものよね。本当にこれは真似できる人いないんじゃないかってぐらいの努力よ。下手したらもう一生見つからないかもしれないプレッシャーの中でずっと探してたわけですから、すごいことですよ。残る犯人はあと2人。リは一体どのように犯人を追い詰めていくのか。最後の手段。
3人の逮捕に成功したリはその後も地道に捜査を続けました。私が動かなければ犯人は一生見つからない。証拠がない限り警察が動かないと知っていたリは自分自身が事件解決の最後の砦であることを自覚していました。そんな揺るぎない覚悟で十数年もの間犯人探しに奔走してきたリ。しかしここに来て彼女の心を真っ二つにへし折ってしまう衝撃の事実が発覚するんです。それは夫の墓参りのため数年ぶりに故郷に帰った時のこと。久しぶりに再会した隣人が彼女にこう伝えたんです。もう犯人は見つからないかもしれない。実はあの人たち名前を変えたらしいの。なんと残りの犯人2人は名前を変え別人として新たな人生を歩んでいるというんです。しかしリは隣人のその話にどうしても納得できずにいました。それは名前を変えるために警察への届け出が必要なため、犯人の名前は警察も把握しているはず。名前を変えることなんてできるはずがないわ。リが急いで警察へ向かうと、警察は業務対応に追われていた職員が見逃してしまった可能性があると説明。人生をかけて犯人を追う自分とずさんな対応で殺人犯を見逃す警察。リはその温度差を改めて突きつけられたんです。もう無理かもしれない。何度も自分を奮い立たせてきたリでもさすがにその仕打ちを前にしてはもはや気力を失いかけていました。そんな折、これまでのリの努力を目の当たりにしてきた知人がその状況を打破するための秘策を提案するんです。リさん、一人で探すのはもう限界だ。テレビに出て情報提供を呼びかけよう。2015年、知人に促されたリは最後の手段として報道番組に出演。事件の経緯や警察の対応のずさんさ、そして犯人の情報提供を呼びかけました。この17年、警察署の門を壊してやりたいとまで思いました。私のこの苦しみは絶対に消えません。涙ながらに17年の苦しみを訴えたリ。世間はその放送内容に予想以上に大きな反応を示しました。リさんがかわいそうだ。警察は何をしてるんだ。そうやって警察への批判の声が相次ぎ、放送の翌日には事件の捜査本部が立ち上がることに。するとここから警察はなんとたった17日で残りの犯人2人を逮捕。事件当時に彼らが動いていればリが17年もの苦労を強いられることはなかったように思えてなりません。17年にも及ぶ執念の捜査で犯人5人全員を逮捕したリ。彼女は現在その時間で身につけた知識を生かし法律相談所を運営しています。リはかつての自分のように悔しい思いをしている犯罪被害者をサポートする日々を送っているんです。そんな彼女は事件を振り返りこう語ります。事件の前、夫と2人で市場で牛肉を買ったんです。子供たちと一緒に食べようと取っておいたんですが、あの時夫に一口でも食べさせてあげればよかったと思います。当たり前に来ると思った未来が突然失われる悲しみはきっと想像を絶するものでしょう。そしてその悲しみをどうやって乗り越えるかに正解はありません。悲しみを心にしまって前に進むか、何十年かかろうとも犯人を追い続けるか。もしあなたがリと同じ立場に立たされたらどのように決断を下しますか。おざっすというわけでね、皆さん、そろそろ何ですか？そうですね。クリスマスですね。というわけで、ここでね、皆さんに重大発表があるんです。はい。現在ね、オンラインサロンでしか見られない限定動画を目当てに、もうかなりたくさんの人がね、秘密結社アルゴメトリに入会してくれてるんですけれども、はいやっぱりこう、お金がかかるっていうところで、無料期間ないのっていうね、リクエストも多数いただいてるんで、今回ね、クリスマスキャンペーンとして用意させていただきました。なんと今入れば、こちらの限定動画が無料で1週間見放題です。豊田商事会長刺殺事件、村井秀夫刺殺事件、北九州監禁連続殺人事件、和歌山毒物カレー事件、長崎男児誘拐殺人事件、バッキー事件、井の頭公園バラバラ殺人事件、プチエンジェル事件。やっぱりね、事件のラインナップとしてはね、非常にこう物騒ではあるんで、ちょっとやっぱ YouTube ではやれないなっていうところでね、サロン限定してる動画ね、この他にもたくさんあります。サロンも開設してからね、半年以上も経ってるんで、限定動画の数もね、かなり増えてますと。なので逆に今から見る方っていうのは、最初からいる方には申し訳ないんですけど、ちょっとね、お得にたくさんの動画見れたりするんで、今のうちにね、ぜひね、無料期間のうちにね、見ていただき、もしね、それでこう事件をね、より知っていきたいって方はね、継続して入会していただければと思いますし、あとは普通のファンクラブと違ってね、この動画含めてサロンの収益っていうところで、まあいろいろ寄付させていただいてます。実績としてはね、能登半島だったりとか、あとは熊本のね、地震だったりっていうところで、ただ単に事件を上げるだけじゃなくて、それが間接的にも直接的にもね、貢献できればと思っておりますので、そういったところにも共感していただける方はね、ぜひね、秘密結社アルゴメトリーにね、ご参加いただければと思います。まあ、その他にもね、僕とかヤミコさんとのね、ワンオンワンで1対1でね、皆さんとお話しする機会も作ってますし、あとは東京だったりね、いろんな都市でね、オフ会っていうのもね、開催しておりますので、実際にね、僕とかヤミコさんとお会いしたいなとか、1対1で喋りたいなとか、いろんなお話聞いてみたいなっていう方はね、サロンにね、ぜひ入っていただければと思います。